はい、どうもオレックです。今日の動画はですね、こちら iPhone16 についてちょっと雑談のように話していきたいなと思っております。でこの動画は、iPhone 買い替えで16どうしようかなとかって思ってる方には少しは役に立つかなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。これ発売されたのが2024年の9月20日なので、約出て1年半ぐらいですね。で俺が購入したのがその約1ヶ月ちょい後、10月の28日に買ったので、まあ大体そんなもんですわ。買い替えた最初なんですけれども、最初の時ってもともと前使ってたのが iPhone12 mini だったんですよ。なので画面の大きさがやっぱりすごい衝撃的にいいなと思ったのと、まあそこだけかなうわって思ったのは、久しぶりに12ミニから大きい画面になって画面の大きさに驚いたっていうことです。で基本的に iPhone を連絡ツールとかちょっとしたカメラのサポートみたいな使い方と、あともちろんアプリ使ったりゲームしたり、ネット検索したりっていう風な使い方はしてるんですけれども、ここ数年の iPhone って基本的にカメラの性能をアップデートされてってるっていう感じがするじゃないですか。なので一般的にそんななんか写真とか動画の具合を気にしない方とかだったら、ここ数年の iPhone の進化ってそんなになんかうわ欲しいってなるほどになってないんじゃないかなっていうふうに思います。なので一般的な人にとっての iPhone って多分ね11ぐらいから止まってるような気がするんですよね、ぶっちゃけ。はい。でいやもちろん詳しい方とかそんなわけねえじゃんとかっていう意見とかもきっとあるとは思うんですけれども、まあ一般的な本当になんとなく iPhone 買い替えようかなと思ってる方にとってはそんな感じかなっていうふうに思います。まあやっぱ劇的にはこうノッチがなくなった時とかはすごいなっていうふうには思ったんですけど、でもそうだ、15の時にタイプ C に変わったので、それもちょっと大きかったかもしれないですね。はい。ですけれども、まあ、外観とそういう技術的なことでいうと、まあ、11ぐらいから内容はそんなになんか、って思います。で外観が変わった時はやっぱ15のその USB タイプ C で充電できるようになって、ライトニングじゃなくなったよっていうのはすごいなと思ったんですけれども、で16に関してもですね、ここにマイクじゃないや、カメラボタンっていうのがあったりとか、そういうボタンがあったり、あとこうマナーモードとかでカチカチ切り替えるものがちょっと押していろんなものに振り分けれるようなボタンになったりとか、地味なマイナーチェンジみたいのはしてるんですけれども、こう皆さんがうわ欲しいさすが iPhone みたいな感じには本当になってないような気がするなっていうのが多分一般的な人の意見だと思いますし、多少詳しい俺からしてもそんな感じに思います。で画面がすごい綺麗になってるとか、反応速度も良くなってるとか、あと Wi-Fi 自身が進化してってるんで、それに伴って、速い Wi-Fi につながるようになったりとかしてるんですけど、絶対16買った方がいいですよっていうふうには言えないかなっていうちょっとね批判的な意見で今ちょっと喋りましたけど、その中でもやっぱりでも良かったなって思うのは、バッテリーの容量が大きくなってるんですよ、新しくなってってるから。なのですごいバッテリー持ちはいいなっていうふうには思います。最初の頃はそんな感じでいいなとは思えるかなっていう感じですけど、でも明らかに iPhone の12ミニに比べれば絶対的に、満タン充電からゼロになるまでの時間は伸びてますし、そこはすごいメリットかなっていうふうに思ってます。そうですね、あとすごくおすすめできるっていうことで言うと、本当だったら16から Apple Intelligence って言ってApple 自身の AI が搭載されるんですよ。これがね日本もうそろそろのはずなんで、もしかしたらこの YouTube 上げてる頃には
なんだかんだ出てるか、それか6月の WWDC で Apple インテリジェンスについてなんか言及されて、それの対応の18チップ以上のものは Apple インテリジェンス使えますよっていうので、確かに15プロも一緒やったような気がするんですよ。15プロか16シリーズが、Apple インテリジェンス積んでるんですよ。でも16シリーズって言っても本来、SE4 っていう名前で発売されるんじゃないかっていう噂されてたんですけど、結局 16E っていう名前で発売された、SE の後継機と言っていいのか、16のちょっと劣化版と言っていいのかちょっと微妙ですけど、その 16E は Apple インテリジェンスは使えません。iPhone は、俺が今50歳なんですけど、使い出した頃確かね iPhone4 とか 4S ぐらいから使ってるんですけど、毎年毎年すごくね買い替えるのが盛り上がったり、すっごい行列とかでもう iPhone 買い替えるのが当たり前みたいな、出たら買えるみたいな感じになってきてたんですけど、大体ね肌感ですけど8とか10あたりぐらいから、いや iPhone ってそんなに進化してないから毎年毎年新しいのに変えなくていいよねみたいな感じの風潮が出てきたんじゃないかなっていうふうに思ってて、でもちろんねApple ストアで直で買ってる人とかそういう人とかでガジェット詳しい人はやっぱり未だにずっと買い替えてるとは思うんですけど、一般人でドコモとか au とかで買い替えてる人とかは何ですか、買い替えて新しいものにしてもその機種代かかっていかないみたいな感じの時代だったので、そんな感じでしたけど、そういった感じのイベントみたいなのとかもちょっとね国から規制されたりとかして端末代0円とかそういうのもなくなったり、乗り換えした時に本体代はかかりませんとかそういうのもなくなり、実質的にちゃんと買い替えする時にはお金しっかりかかりますよっていう風な感じになったじゃないですか。そうなってって、iPhone 自身もそんなに変わってないじゃんみたいな感じになんとなく一般の人も気づき出してからは毎年買うっていうようなものじゃなくなっていき、そういう中でもうカメラの進化とかも昔からそうなんですけどね、もちろんカメラ進化しているんですけど、使いこなせないとか、もうこれ以上綺麗になってももうその画面で見るぐらいだからもうそれ以上のクオリティ求めませんとか、そんな感覚になってきてるんで、基本最新の iPhone 求めてる人って少なくなってきてるんじゃないかなっていうのが感想っていうか、世の中的にそんな感じじゃないかなっていうふうに思います。で俺自身も16買ったはいいんですけど、さっきも話したみたいにタイプ C であればぶっちゃけ15でもよかったんですけど、でもただ15に買うってなった時に、せっかく12ミニからだいぶ年月も経ってたんで、だったらもうそんな1万2万ぐらいしか変わらなかったから最新モデルにして、チップが新しいっていうのが要はサポート期間長いじゃないですか。なのでチップのサポート期間が長い方がいいなと思って16を購入したっていうぐらいなんですよ。なので16とか16プロ、もうプロに関しては特にもうプロって名前が本当にね、もう何ですか、あれも11ぐらいから出てるんかな、プロって名前の iPhone。もう最近のプロはもう本当プロですわ。カメラとかのプロの人が持つぐらいです。一般人は基本的に使いこなせないと思います。で俺もそんなに基本的にはカメラとか動画好きですけど、そういう人って iPhone は多分サブみたいな感じに使ってるんですよね。なのでこれぐらい撮れれば十分みたいな、そういった感じなので、がっつり本当にカメラとか動画好きな人とか実際今撮ってるみたいに一眼レフとかで撮るだろうし、分かりませんよ、この先もっともっと時代が流れて一眼レフより iPhone の方がもう素人でも簡単に撮れる、綺麗、持ち運びも楽だし、もう圧倒的に一眼いらないみたいな時代が来れば
また話は別なんですけど、今現状ではやっぱりね、圧倒的にまだ一眼使ってる人の方が動画とかカメラとか写真撮る人とかは多いし、iPhone のカメラ性能が今よくはなってってるのも実感してますけど、あくまでも補助っていう感じの持ち方だと思います。プロを使ってる方ですら。はい、なのでグダグダってすっげえ喋りましたけど、勢いよくもう新しいの欲しいみたいなことじゃなくて、一個古いやつとかを安く買うっていうのとかもありな時代になったなっていうのが正直な意見です。なので今とかだったら Apple ストアとか入って整備済み品とかで14とか、14はあれかもしれないけど、16もしかしたら来年17とか18出た頃に16っていいって言ってるかもしれないです逆にこれ以上そういうタイプ C にもなったし、 iPhone に求める進化って今の技術で、あと iPhone にこれになってほしいとかって望むものって別にパカパカって開くような感じのものになってほしいと思ってないんで、自分が思いつく範囲の進化で言ったらもうこれ以上別にそんなに進化するんかなぐらいの感じで、開発者の人とか Apple さんとかが一般人が思いつかないような進化とか筐体の変化とかそういったもので出してきた時はまた新しくなってわーってなるかもしれないですけど、大体こういう感じでカメラの位置がどうとかカメラの形がどうなったとかその程度であれば、iPhone はそこまで進化に対応して求められるものじゃなくなっていくんじゃないかなっていうのが意見なので、まとめますと161年半ぐらい使いましたけれども、16迷ってる方がいるのであればもうちょっと待って17の様子見て、17でも同じ今俺が語ってるような感じの進化しかしてなければ逆に安いし16にするとか15 Pro にするとかって言って、USB Type-C に対応してるっていうぐらいをチョイスするっていう感じでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なので iPhone は常に最新を買う時代は終わったなっていうのが結論ですね。はい、一般的な人に向けてですけどね、Apple 好きでカメラ好きな人はもうどんどん Apple のためにも買い替えていってくれればいいんじゃないかなと思いますし、俺も本当はねお金に余裕あればね毎年買い替えるっていうのも楽しいなとは思うんですけれども、iPhone は16を、16がバッテリー交換必要になってくるなぐらいの4年ぐらいは使い込んでいきたいなっていうふうに思ってます。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございます。最近ちょっとねチャンネル登録者さんが少しずつ増えてきてくれてて嬉しいので、よかったらこの動画うだうだ喋った動画ですけれども、皆さんがねいいなと思っていただけましたら、登録してない方ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、また次回の動画で会いましょう。オーレックでした。